こんにちは、ケンです。本日は成田空港第3ターミナルに来ています。これから韓国ソウルにチェジュ航空で向かいます。まずはチェックインをしましょう。チェジュ航空のカウンター近くに自動チェックイン機が用意されています。有人カウンターは今は人がいません。基本的には自動チェックイン機を使ってねということですね。ジェットスターと共有なのでチェジュエアを選びます。注意事項の説明を読んだら便名を入力です。今回は1113便で飛びます。あとはパスポートをかざせば OK なはずです。認識されましたね。発券完了です。では行きましょう。今14時30分くらいなのですが、カウンターがオープンしました。といっても僕は預け入れ手荷物はないので、カウンターに寄らずこのまま進みます。あっという間にカウンターの待ち行列ができました。荷物を預けたい人は時間に余裕を持ってきた方が良さそうですね。でもカウンターも多くてスタッフさんもスピーディーに対応されていました。この先にレストランはないそうです。成田の第3ターミナルは10年ぶりくらいなので勝手が分かりません。あまりお腹は空いてないんですが、結構立派なフードコートはあります。成田の第3ターミナルって駅から結構歩くんですが、この陸上トラックみたいな誘導を考えた人は賢いですよね。歩くことがちょっとポジティブな気持ちになる。それでは出国しましょう。制限区域に入りました。割と閑散としてます。搭乗ゲートは153番ですね。第3ターミナルはチェジュ航空のジェットスターばかりですね。現在地からショップエリアを通ってゲートへ向かいます。免税の定番の香水や化粧品、あとは日本っぽいお土産もあります。以前海外に住んでいた時はこの手のお土産を買っていくと喜ばれたのですが、定番化しすぎてもうみんな結構捨てたりするんですよね。今やアジアならどこでも日本のお菓子が手に入る時代だし。ここはカフェですね。出国後に何か食べようと思ったらこのカフェ一択になるのかな。ゲートへはもう少し歩きそうです。まだ今回乗るチェジュ航空の飛行機は見えないですが、グレーターウェイ航空は遠くにいました。あれもそのうち乗ってみたいんですよね。まだだいぶ時間があるのでカフェに戻ってきました。夕方はもうフード提供はしないんでしょうか。とりあえずコーヒーだけいただいて搭乗時間を待とうと思います。ターミナルがだいぶコンパクトだったので、これならもう少し遅く空港に着いても大丈夫だったな。今回はチェジュ航空のセールで取ったフライトです。往復1万円の運賃プラス所税という感じでした。チェジュ航空はよくセールをしていて定期的にチェックしています。もっと安いフライトも出てくることも多いです。そろそろ搭乗時間になりそうです。自分で歩いていくタイプのようですね。ガラガラだったターミナルのどこにいたのかっていう感じにお客さんが大勢やってきました。おそらく乗客は韓国と日本の人がほとんどですね。それでは搭乗です。まずは歩いて飛行機まで向かいます。機内は33のシート配列。ボーイング737の800ですね。安全のしおりがかわいい。シートピッチはちょっと狭めです。一般的な LCC サイズという感じですね。国際線 LCC に乗るのって10年くらい前のジェットスター以来なのでいろいろ新鮮です。機内販売の冊子が分厚くてかなり充実しています。いいなと思ったのはこの辺りの商品。働く車がやけに充実してます。チェジュ航空は色使いが可愛いから部屋に置いておきたくなりますね。チェジュ航空のウィングレットは可愛くてかなり好き。第3ターミナルからなので長い距離をタキシングしていますが、そろそろ滑走路に着くはずです。今回は1泊2日でソウルに行きます。
以前クルーズで釜山に半日ほど寄港したことはあったんですが、韓国をちゃんと感じたことはなかったので、今回のセールのタイミングでチケットを取ってみました。飛行機が離陸していきました。インチョン空港まで2時間半ほどの空の旅です。羽田空港から那覇に向かうのと同じ時間とお金で外国に行けてしまうのは LCC のありがたさですね。雲を抜けました。何度もしつこいですが、ウィングレットは可愛い。今回のフライトはほぼ満席。これだけ稼働率が高ければ低価格でも正気がありそうです。機内販売も人気なようで、ずっと CA さんが対応しています。個人的には荷物が増えるのが億劫で、機内販売って一度も利用したことないんですよね。隣にもお客さんがいるんですが、皆さんちょっと窮屈そう。追加料金を払って窓側を指定したんですが、一番前の席を指定してもよかったかも。でもこの翼が見える席が大好きなんですよね。でもオプション料金をちょこちょこ追加してると LCC で飛ぶメリットが薄れてしまうのが悩みどころ。眼下の景色が海から街並みに変わってきました。ネットに繋がってないのでここがどこか調べられないのですが、明かりがたくさんついていてそれなりの規模の街な気がします。知らない国の土地の上を飛ぶときって旅の高揚感を感じますね。すっかり暗くなっています。海が見えてきたので到着も近いんでしょう。もうすぐ着陸のようですね。明かりが増えてきました。勢いでチケットを取ったので何も下調べしてないんですが、インチョン空港はどうやら都市部とは結構距離があるのかな。関空や香港空港みたいな都市との位置関係などに見えます。それにしてもチェジュ航空は自分にとってかなり久々の国際線 LCC でしたが、不便なことも全然なくて体験としてかなり良かったですね。この価格と時間と体験なら韓国への瞬時的な距離がぐっと縮まる気がします。そろそろ着陸ですね。どうやら雨が降っていたようです。飛行機が駐機場に止まりました。外は雨がしっかり降ってるみたいで係員さんも大変そうです。というわけで無事に韓国に入国できました。チェジュ航空でのフライトの様子が少しでも伝わっていれば嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。